今夜ゼロは福岡市へ。午後10時過ぎの博多駅前です。先ほどから大粒の雨が降ってきていて、道路を見てみますと車が水しぶきを上げながら走っています。夜になって再び強まった雨。博多名物の屋台は雨対策をして営業していました。普段は晴れの日とかはブルーシートしてないんですけど、こういうブルーシートして、こういうシートとかもしてっていうのが、もう基本屋台は多分ほとんどがそんな感じで雨対策はしてるかなっていう。風が吹いた時はもうなかなか営業は難しいかなっていう。和歌山県田辺市なんですが、雨足が強くなってきました。歩いて帰ろうと思ってたんですけど、ちょっとこの雨なんでちょっと歩いて帰れないんで、ちょっとタイミング最悪やなって感じ。雨は徳島県でも。北上している台風に刺激され、活発化した梅雨前線の影響で各地で大きな被害が出ています。接近中の台風の影響で梅雨前線が活発化し、大雨となった九州。鹿児島県の薩摩地方では午前9時前に線状降水帯が発生しました。これはまさにその頃の薩摩川内市内の様子です。神社の階段は雨が滝のように流れ、国道は冠水。川のようになった道を車が水しぶきを上げて走っていきます。しかし1台の車が道路の真ん中で動けなくなり、渋滞が発生する事態に。するとこの状況に気づいたのか、近くの建物から人が出てきて運転手に声かけ、後ろに止まっていたトラックの運転手にも声をかけると、2人がかりで車を押し、再び動き出すことができました。冠水は住宅街でも。玄関先まで迫る水。急変したんですかね。そうですね、もうこんな風に急に上がってくるのかって思うぐらいもあっという間でしたね。5分10分の間に水位がもう10センチ20センチって上がってくるのはもう。ガードレールの間には普段小さな川が流れているといいますが、わずかな時間で景色が一変したといいます。自然の恐ろしさっていうのは身をもって知りましたね。消防隊員らが集まり騒然となった場所も。冠水で家から出られなくなった住人たちの救助活動が行われていました。赤ちゃんや子供の姿も。床上浸水の被害も出ています。壁が変色し、床が泥だらけになったこちらの住宅。これはやっぱり。じゃあ1年前です。はい。ちょっとここもすごいですね、もう。そうですね。
保育園に送りに行ってて、帰ってきたらもう外も水浸しになってたよ、家だけ残ってるような状態でしたね。もう犬ももうびしょびしょで、生きてたんですけど、そこが良かったなと思いながら。別の住宅でも。どこもう全部水に浸したよ。あ、ひょっとしてちょっと見える線のあたりまで。そうそうそう、あれほら、落ちるでしょ、ほら、上の線。あそこまで来てますね。被害に遭ったのは築2年の家だけでなく、その線。これ、車にも水の跡が。車もじゃあもうダメなんかな。多分ダメでしょ。それから歩く生活をしない。九州新幹線など列車の遅延や運休も相次ぎました。帰れないです。帰れない。見合わせです今。どうしますか。待ちます。早く帰りたい気持ちです。今夜9時までの24時間で降った雨の量は、長崎県五島市福江空港で185.5 ミリ、熊本県阿蘇市乙姫で184.5 ミリ、鹿児島県薩摩川内市で181ミリと、各地で記録的な大雨となっています。土砂崩れも起きています。ガードレールを破り、道路を塞いだたくさんの岩。この上に建っている住宅の庭の土台などが崩壊。ベンチも崩れ落ちていました。長崎県でも雨の影響でしょうか、こちらではかなり広い範囲で斜面が崩れてしまっています。国道に面する斜面が高さ20メートル、幅10メートルにわたって崩れ落ちていました。現場周辺に住む人には避難指示が出されたといいます。昨日の夜とか何か音も全然しなかったです。ただ崩れたっていうのを知ったのは午前中のテレビで。はい。今までこの辺り崖が崩れているみたいなこと。ないですね。初めてですね。びっくりした。ここからまた台風も近づいてくるかと思いますけれども、台風がちょっとやっぱり怖いんです、ここはね。台風に強いようにという感じで丈夫な家を建ててしてるんですけどね。でも 2,3 度は台風で怖い目もあったし。別の場所では住宅の敷地の崖が崩落。前の住宅に岩など土砂が流れ込む被害が出たということです。熊本県では熊本市を流れる伊勢里川が一時氾濫危険水位を超え、市内の一部地域に避難指示が出ています。川の近くに店を構える美容室は、いやもう気が気じゃないですよね。不安が募るのにはある理由が。去年の水害がひどかったんで、車とかも水没したり、お店の機械とかも全部ダメになっちゃったりとかしたんで。去年8月にも熊本県内を襲った記録的な大雨。この時浸水被害を受けていた美容室。片付けがやっぱりすごい大変だったんで、匂いもやっぱりその時期カビとかも生えたりとかして、今回の大雨や台風で再び被害に遭わないよう市からもらった土のうで対策をするといいます。どういうのが一番危険だなって感じますかね、教訓的に言うと。
やっぱり何回も言うんですけど、線状降水帯っていうワードをやっぱちゃんと意識とかその自覚したのって、その去年の水害があってからどれだけのすごさなのかっていう、その短時間でそんだけして集中して雨降る雨量のすごさの、恐怖というか怖さが一番教訓というか、そのワードだけに敏感かな。この後、九州北部では福岡県、佐賀県、長崎県では明日未明から朝にかけて、大分県、熊本県では明日明け方から昼前にかけて線状降水帯発生の半日前予測が出ていて、引き続き土砂災害などに警戒が必要です。梅雨前線を活発化させている日本に接近中の2つの台風7号と8号。台風7号は明日から金曜日にかけて沖縄や奄美に接近。土曜日の夜には関東に最も接近する恐れがあります。新婚旅行で沖縄に行く予定だという夫婦は、26に沖縄の方に行きたいんですけど、その台風の影響もあってちょっとどうなるかなっていう、一番危なそうな日ですね。もうちょっと後半に期待して、また安全に行こうかなと思います。